まーちゃん日本語ポッドキャストを聞いてくれてありがとう。まーちゃんことまゆかです。はい。ということで、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今日は話すことを決めずに雑談をタメ口でしてみたいと思います。なので、時間がある時に聞いてくれたらいいかなと思います。タイムスタンプをつけておくので、聞きたいところだけ、時間がある人はのんびり何かをしながら聞いてもらえたら嬉しいなと思います。で、一応タメ口ポッドキャストって言ってるんだけど、基本的にはタメ口なんだけど、敬語が入っちゃってもあんまり気にせずに、普段私が話してるような感じで話してみたいなと思います。のんびりリラックスして聞いてください。よろしくお願いします。というわけで、2025年になりまして、そして、チャンネル登録者が、100人この間超えたんだよね。ありがとう。本当にありがとう。100人超えました。嬉しい。もう100人ってさ、一クラス、例えば20人だとするじゃない ?20 人だったら、もう5クラスの人がさ、私の話を聞いてくれてるんでしょ？もうなんか、想像したらちょっと、わーって、多いなーって、すごいたくさんの人が私の話聞いてくれてるんだなーって思って、本当にありがとう。ね、大切な時間を私のポッドキャスト聞いてくれて本当にありがとうね。だから私もみんなの力になれるように、いろんなポッドキャストをこれからも撮っていきたいと思うので、よかったらこれからも聞いてください。みんながそれぞれ楽しみながら日本語を勉強できるように、私もいろんな形で、いろんな方法でポッドキャストを撮ってみたいなと思っているので、リクエストがあったらコメント欄に書いたりしてくださいね。自分の好きな使い方をして日本語の勉強を楽しんでもらえたらなと思ってこのポッドキャストを作っているので、やってほしいこととか、こういう話を話してほしいとかあったら、できることだったらやってみたいなと思っているので、みんなもこの話を聞いてみたいとか、ここがわからないんだけどとか、日本人ってこれ知ってるのとか、なんでもいいんだけど、日本や日本語や日本人の文化や暮らしについてわからないことや聞いてみたいことがあったらコメントで教えてください。というわけで、日本語の勉強ね、ちょっと大変だけど、私も外国語を勉強する一人の人間として、みんなが日本語を勉強することを本当に応援してるし、そして日本語を勉強しようと思ってくれてありがとう。外国語で人と話すってさ、本当に緊張するよね。私、緊張しちゃって、もう声出ないもん。だからみんながね、頑張って勉強している気持ちが、私はすごくわかるつもりでいて、だから私みたいな、ただの日本人、普通の日本人が話しているところを聞いてもらって、ネイティブってこんなに早いんだとか、ネイティブってこんな聞き取りづらいんだみたいな、アナウンサーとかさ、すごく聞き取りやすく話してくださるじゃない？だから、それって、いざ日本に旅行に行って話すってなると、あれみたいな、何言ってるか全然わかんないってなっちゃいそうな気がして。だから、私が普段喋ってるような感じで、これを聞いてもらったら、なんかこんな聞き取りづらいんだって思ってもらえたらなって、緊張しないための、準備の一つとして、ね、何かをしながら聞いてもらえたらなと思ったりして、このポッドキャストを作っています。だから、私のポッドキャストを聞くときは、そんなに勉強だと思って聞かなくても大丈夫だよって思います。何か力になりたいなと思ってポッドキャストを始めたし、例えば勉強の合間に聞いてくれるようなポッドキャストになったら嬉しいなと思っています。
こで私の好きな歌手の人がいるんだけど、女性の。その人がライブの時に言っていた夢や目標があって、そこに進んでいく時にね、走りながら息を切らして走るより、その目標に向かって踊りながら楽しく進んでいった方がいいんじゃないって言っていたことがあって、私もそれがすっごく心に響いたんだよね。すっごく、いいなこの言葉って思って、私も同じ気持ちだからそう思ったの。例えば、日本語を話せるようになりたいって思った時に、息を切らして走るより、例えば、やらなきゃっていう気持ちで、もう自分に鞭を打ってやるよりも、楽しく勉強していくっていうのが、何よりも近道だなって私は感じています。勉強辛くなっちゃったらさ、本当に机にも座れなくなるよね。私もある。私もね、お休みしたり、勉強始めたり、いろいろやってるから。でもそれで私はいいと思ってる。楽しくないとさ、もうやってられないからいろんな方法、いろんな勉強方法があっていいと思う。でも、私のポッドキャストを聞いてくれる人には、あんまり辛い思いをね、してほしくないなって思うので、自分が辛くならない方法をやってみよう。こんな感じで、段取りとかね、全然気にしてないから、どんどん話が変わってって、ついていけないかも。ついていけないよね。ごめんね。じゃあ、新年になったということで、みんなは、新年の目標って決めた？私はね、2025年は、日本語の先生の試験を受けようかなと思っています。受かるといいな。ちょっと勉強をすごく頑張らないとなと思ってます。日本語の先生の試験って結構難しいんだよね。2025年は先生になる試験を受けてみたいなと思っています。2025年も一緒に勉強頑張っていきましょう。もうなんかいろんな話ぐちゃぐちゃしちゃったけど、でもこんな感じの雑談は、たまにね、あげてみようかな。たまにやってみようかなと思うので、時間に余裕がある時だけ聞いてください。はい。2025年も、まーちゃん日本語ポッドキャストをよろしくお願いします。ということで、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。